というわけでですね、ドゥカティの、スクランブラーデザートスレッドっていうモデルですね。2017年かな、このモデルは。これがね、ちょっと気になってたんですよ。とりあえずね、特に言い方ないですけど、乗ってみましょうか。街ん中だな、街ん中と、あとちょっと山道とか行けりゃいいな。まずはちょっと街の方に行ってみましょうか。よいしょ。あ、ちっちゃい。細い。あ、そしてGS とほぼ同じ高さだな。ちゃんと足もつくんで大丈夫そうですね。よし、行こうか。あ、これギアインジケーターねえんだ。何速か分かんねえじゃん。お高えなこれ。行こう。これちょっと面白いかも。いいね。ああ、すんげえ半クラしてる。やばいやばい。あー、楽しい。あ、いいね。いいね、デザートスレッド。めっちゃ楽しい。めっちゃ軽くてね、楽しい。重量がね、いくつだっけ。ウェットで200ちょいなんだよな。209キロとかで、僕の GS がウェットで250弱なんで、まあ40キロぐらいは軽くなってる。ガキンチョ1人分ぐらいですね、軽くなってる計算ですね。 GS についてるような快適装備はほぼなしですね。ウィンドスクリーンないし、ギアインジケーターもなかったし、まあいろいろないがあるんですけど、ないがあるっていうかないんですけど、まあ、ちょっとこういうねシンプルなバイクに立ち返ってみたいなと思って借りてみたんですけど、これちょっと正解かもわかんない。まだわかんないよ。まだ走って10分も経ってないからわかんないけど、今んとこめっちゃ楽しい。おいね、バイクって楽しいんだよ。そういうもんなんだよ。これはいい。ちょっとね、とりあえず今日どういう風なルートにするかっていうのを組み立てたいんで、ちょっと先に組み立てとけって話なんですけど、スタバでも入ってちょっとプラン練りますね。で、まあ、次のちょっと信号でお見せしますけども、足つきも全然悪くないですね。すごい高いって言われてるバイクだったんで大丈夫かなと思ってたんですけど、GS と全然変わらないっていうか、シートが細い分 GS よりかなり足つきがよく感じる。こんな僕174センチで、まあでも身長よりこれ股下の長さの方があれだよね。ちょっと後で測って載せときますね。まあ普通にベタ足でつく感じですね。あー、これはいい。やっぱ軽いバイクってさ楽しいよね。昔オースティンのなんだっけ SV650 に思った時も思いましたけど、乗った時も思いましたけど、軽いは楽しいよ。もう全然今スピード出してないんですよ。30マイルぐらい、35マイルとか全然ねのんびり流してるのになんかにやけが止まらないというか楽しいんでね、これ。あ、スタバがあるぞ。よし、ちょっととりあえず今日の進め方を考えますね。まだちょっとこのクラッチのミートポイントがうまく見えないですね。 GS とかだとさ、ミートポイントに到達すると一気にグッてなるんで分かりやすいんですけど、これねあんま分かんないんだよね。まあいいや。いいね、デザートスレッド。ルートはとりあえず組みました。まずダウンタウンの方に向かって、で、まあ、その辺の近くの
有名なダウンタウンのスポット回ってみて、そっからサンタモニカの方に抜けて、で海沿い走ってマリブの方行って、でそっから、山の方に入って、サンタモニカマウンテンですね、入ってまたダウンタウンの方に戻ってくるっていうルートです。で今日の夜はねちょっと友達の家に泊まることにしてるんで、そこで今日はおしまいと。まあ明日の朝これを返すっていう感じですね。暑い。でちょっとさっき全然全体像見せられなかったんで、ちょっとこんな感じですね。スクランブラー・ドゥカティのデザートスレッドっていうモデルです。でいくつか種類がある中で62っていうのが一番小さいモデルで、その次がスクランブラーのカフェレーサー 800cc でデザートスレッド、これね 800cc で、その上が、1100 1100cc で、これは2017年モデルです。その後も2018、19、20いろいろ続いたんですけども、デザートスレッドね、もう今は生産中止になったと思いますね。確か残念ですね。でそのスクランブラーシリーズの中の唯一のオフロードモデルです。で元々のタイヤは今僕が GS に履いてるやつと一緒で、ピレリのこれですね、なんだっけ STR ラリー STR なんちゃらかんちゃらです。で後ろはなんか変わってますね。多分ねミシュランのアナーキーかなんかだと思う。で、800cc の2気筒のエアクールですね。僕の GS は、水冷ですけども、これ空冷ですね。なんで水タンクはついてないんです。だから多分熱くなると思う。久々ですね、空冷のバイク乗んの。ロイヤルエンフィールド以来だな。シートね結構硬いね。GS のシート硬いって最初思いましたけど、あれよりかもしかしたらもう少し硬いかもしれない。お尻の心配がありますね。これ可愛らしいね、このライトガード。これ純正です。純正でついてますね。でね、コックピット周りはもうかなりシンプルですよね。GS にあるようなクルーズコントロールも、ないし、ヒートグリップヒーターもない。極めて普通のバイクですね。はい、じゃあ紹介はこんな感じでダウンタウンにとりあえず行きましょうか。音ね、音をちょっとマフラーこっちだからこっちの方がいいか。今日大したマイクつけてないんであんま伝わらないかもしれないですけど、行きましょうか。すげえ迫力のある音ってわけじゃないですね。普通です。よいしょ。行きましょうか。元の道に戻れって言ってる感じですね。よし。楽しいね。これは乗ってたくなるね。降りたくないね。よいしょ。わかりやすい。いいね。このサスペンションいいね。止まった時の沈み込み方がなんか硬すぎずふにゃすぎずいい感じだな。これ初めてのイタリアバイクですけど悪くないですね。さ、分かった、この気持ちよさ。自転車でこう坂をバーって下るときにこうペダルから足ピッて離してギャーって下ってる時めちゃくちゃ気持ちいいじゃないですか。あれの気持ちよさにすげえ似てる。なんかあれがずっと続いてる感じ。これ楽しいな。でね、このボディポジション、まずねこれ視野がすごい高いんで、あんまり田舎にいる人は田舎っていうか交通量が少ないところにいる人はあんまり気にしないかもしれないですけど、こういうね狂った街にいるとですね視野が高くて前の状況がねよく見えるバイクだとより安心感が増すんで、そういう意味もあって結構背の高いバイク好きというか安心するんですよ。でそういう意味で言うと、GS と全然変わらない高さですね。これ確かねさっきシート高調べたんですけど同じでしたね。860mm かな、860mm のシート高なんで、僕の GS と変わらないです。でね
今気づいた。これ熱いわ。ここの辺止まると、今この辺がすげえ熱い。走れないと熱いなこれ。ああ、これ音いいわ。なんかさっきまあ普通かなと思ったけど今ちょっと回したら音良かったね。ブーンみたいな。でギアはねちょっとなんかクランキーな感じですね。足ガシャンってちゃんとやんないと入んない感じすんな。で欲を言うなら、このハンドルバー周りがねちょっとこうなんか安っぽすぎるなっていうのがあるな。これだってね多分結構そんな安いバイクじゃないんですよ。安いバイクじゃないんだけど、いくらだろうな。多分1万、新車の価格ですよ。新車の価格で言うとね1万1000ドルぐらいすると思うんですよ。でもなんかこの5000ドルバイク級のコックピットっていうのはちょっと残念ですね。イタリア製なのに。でこれ止まりやすいな。何がいいんだろうこれ。ブレーキなんかサスペンションなのか分かんないけど、すんげえ止まりやすいんだけど。でスクランブラーシリーズの中ではねこれが一番背が高いっていうのはそうなんですけども、一番なぜか重いみたいですね。YouTuber の人が言ってた予測としては、オフロード仕様にするためにこのフレームとかをちょっとこう肉厚にしたんじゃないかなみたいなこと言ってましたけど、本当のところは分かんないです。多少ちょっと重いみたいですけど、普段 GS 乗ってる僕からしたらもうなんかへみたいなもんですねこんな。フリーウェイですね。こういうバイク大体フリーウェイ苦手だったりしますけども、ちょっとどうなるか見てみましょうか。軽いな。今70マイル、60、70。風がないっていうのもあるのかもしれないですけど、全然平気だな。もうちょっと飛ばせりゃな。なんか全然非力さないね。全然平気だわ。今多分6ぐらいかな、6速。全然ハイウェイ大丈夫だね。こんぐらいのスピードだったら大丈夫。だいたい僕70から80の間ぐらいで巡航するんですけど、70マイルぐらいだったら全然平気ですね。80マイルぐらいどうだろう。80超えるとちょっときついな。70から80の間ぐらいが多分ベストだな。ここがこの夏はちょっと遠慮したダウンタウンのダウンタウンですね。中心地ですね。ファイナンシャルディストリクトっていうみたいですね。ここ俺見覚えあんぞ。なんかあれだよね、 FBI じゃない FIB の本社があるとこだなここ。見覚えあるぞこれ。はい、この建物知ってる。俺あそこのオフィス持ってるもん。いいね。シティバイクってやっぱシティバイクだね。街乗りしてて全然ストレスない。もうディズニーホールだって。なんかケーキを親指でめちょめちょにしましたみたいな形しますね。チャイニーズシアターにちょっと行ってみますね。ロサンゼルスっぽい場所の一つなんでちょっと寄っとこうかなって思います。通り過ぎるだけですね。一応ヒートガードはついてはいるんですけど、触れてるとめっちゃ暑いから、こうなんか足を若干外側に置いとかないと暑くて乗ってらんねえなこれ。ハリウッドブルーバード。なんだいいね。で右手にあれっぽい。それこっちだね。ミッキーなんか何やってんの本当で。はい、チャイニーズシアター。懐かしいね。ここなんだろうね。なんで有名なんだろう。なんかちょっと調べておきますよ。でそこがウォークオブフェイムで、いろんな有名な人たちのハリウッドスターとかですねの足跡が
ボーボー点在してますね。でね、ここにね、夜、今はいないのかな、前来た時ね、CD を売ってる人がいるんですよ。でその人に捕まるとね、めちゃくちゃこうかもられるんで、マジ気ぃつけた方がいいですよ。サンタモニカまた来ましたね。今回はここには立ち寄らないです。はい、ここからこう、あそこサンタモニカで、ここから、はい、PCH ですね。この道まっすぐ行くとマリブですねに着きます。ちょっと早く行ってくんないかな遅いと危ないんだよね。もうここからはマリブまでまっすぐですね。海沿いの道を走って、でそこから山に登る。それで今回のこのデザート X じゃない、なんだっけ、デザートスレッドの評価終わりですね。いいところも悪いところもあるのはやっぱ長い時間乗らないと分かんないですね。最初短時間乗っただけだともう楽しいだけで終わっちゃうんであれですけど、なんとなくここやっぱ JS の方がいいなっていうところもやっぱあったんで、そこはねおいおい最後に話そうと思います。ダウンタウンだ。いや引っ越そうかな。僕ん家遠いんですよ、ダウンタウンから。東京で言ったら多分僕ん家ね、八王子とかその辺です。